なるほどね。そういうステージか。ま、関係ねえな。バナンザ家なしです。いかにもガキ向けゲームな面構えのドンキーコングバナンザ。海外レビューサイトのメタスコア91点と異次元の成績だったので、半信半疑でプレイしてみました。私の評価、スイッチ2ベストゲームです。このゲームはやばい。スイッチ2持ってるんだったら絶対に買えと思ったので、何がそんなに既存のアクションゲームと違うのか感想共有します。まず2分だけ概要。本作はドンキーコング64以来、26年ぶりのドンキー完全新作 3D アクションです。スイッチ2専用タイトルで2025年7月に任天堂から発売されています。黄金のバナナ、バナモンドを集めて地底を掘り進んでいくっていう流れで、1階層ごとに広大なマップになっているので、緩やかに示される目的地めがけて進んでいって、そこにたどり着いたらたまにボスがいるので撃破して、また1階層下に潜るっていうのを繰り返していきます。マップには地中にバナナが埋まっていたり、あとゼルダのブレワイの祠ステージみたく、マップ上に点在している変な入り口から単発のチャレンジステージに挑めて、それをクリアすることでもバナナを集められます。バナナは100本集めると1アップではなく5本集めるとスキルポイントが1貯まるので、それを消費することでドンキーのライフを増やしたり使えるアクションを強化していきます。なのでマリオのスタートは位置づけが違って、バナナを全く集めずともクリアはできるんですが、言うて結構バナナ集めが大事です。全部で777本のバナナがあって、私がおおむね一直線でクリアした時点では15時間で170本しか集められませんでした。バナナ以外にもレコード集めなり化石集めなりいろんな収集要素があって、やり込もうとすると軽く5、60時間はかかります。アクションそのものは比較的シンプルで、パンチが上、横、下方向に繰り出せたり、物を投げることができたり、ドンキーおなじみのハンドクラップによって床に落ちてるアイテムを獲得したり、あと埋もれてるバナナとかをソナーみたく探知できたりします。アクションとしてはそれぐらいなんですが、特徴的な要素が2つあって、1つはバナンザと呼ばれる変身の力。従来シリーズのアニマルフレンドのように仲間の動物の力を借りるのではなくて、ドンキー自らがシマウマとかダチョウとかヘビとかに変身して超速く走ったり滑空したり高く飛んだりできます。変身にはドンキーの上に乗ってるポリーンという少女の歌が必要で、そういう設定もあって変身中はバナンザごとにノリノリのボーカル曲が流れます。この変身能力はまだよくあるアクションゲームかなって感じなんですけど、もう一つの要素が特徴的で、とにかく何でも破壊できてしまいます。 NPC をぶん殴って破壊できますし、マップの地形も片っ端から破壊できます。なのでなんとなくこういうルート通ればいいんだろうなっていう道はあるんですけど、それを無視して掘り進めて目的地まで強行突破してしまうこともできます。私プレイ中は気づかなかったんですが、一部ボスまでスキップできちゃうらしい。物の壊れ方もまた豪快で、本作の開発チームではピクセルならぬボクセルと呼んでるらしいんですが、ボクセル単位で粉々に破壊できますし、破砕音についても破壊される材質に合った音が鳴りますし、同じ材質でも毎回同じ鳴り方にならないように揺らぎが設けられていて、作品通じて破壊については並々ならぬこだわりを感じます。一度地形を破壊すると基本的に永続で破壊されたままで、破壊した地形は材質ごとに何立方メートル破壊されたのか統計情報としてまとめられるのも、やり込みゲーマーへ喧嘩売ってるようで恐ろしいです。以上、シンプルなゲームなので概要としてはそれぐらいしか言うことがありません。じゃあこの何がやばいのかという話を3点。まず1点目、物の破壊だけじゃなくて文脈の破壊が面白い。何言ってんのかっていうと、例えば冒頭チラ見せしたベルトコンベヤーに乗って茨をかいくぐりながら進むステージ、ちょっとアクションゲームやってる人ならこの映像見たら、それはベルトコンベヤー上進むんだなって思うじゃん。壁ぶっ壊して進めばいいんですね。次、このステージトゲトゲが坂道を転がってくるので、それをかいくぐって進んでいくステージ、パッと見どう進めようと思います？私最初の5秒ぐらいはよくあるアクションゲームみたいにトゲトゲを避けながら坂道登るのかなと思ったんですね。でもよくよく見ると流れてくるトゲトゲの密度尋常じゃなくて進むのしんどい。というわけでどうするのがいいかっていうと、この株みたいなやつを引っこ抜くと爆発性のある物質に変わるので、それを投げることで地形を変えてトゲトゲの進路を変えて安全地帯を作って、そこを進むのが一つの正解だったっていう。なるほどね、地形を変えられるバナンザらしいステージだな。いや待てよ、よく見たらこれ地面も掘れるやんけ。そしたらスタート地点から地下に掘ってそのままトンネルみたく進んで地上出れば完全無視できるんじゃねと思って進んでみると、なんか地上とは全然関係ないギミックが地下に広がっていて、そこにもバナナがあったって感じ。なんかね、いちいち意表ついてくるんですよ。ステージの破壊っていう目新しい手段があることによって、これまで私がプレイしたアクションゲームの文脈にない引き出しが使えるようになる。これがおもろい。なのでガキ向けゲームだなんてとんでもなくて、子供ももちろん楽しめるんだけど、アクション手慣れてるゲーマーだからこそ、つまり生地文脈を持っちゃってるからこそ、そこからずらした
った動きを求めてくる本作っていうのはより楽しめるんじゃないかなと感じました。そういう新しい引き出しを求めてくる時もあれば、急にパワープレイを許してくれる時もあって、例えば鉄格子に阻まれてバナナが取れないんだけど、鉄格子なんか気にせず周りの壁ぶっ壊せば中のバナナ取れたり、ボス戦って大体そのままだとダメージ通らなくて、こっちがひとひねり加えた行動を取ることで敵をダウンさせて弱点部分露出させてぶん殴ってっていうのを3回ぐらい繰り返すのがいつものアクションゲームですけど、そんなん関係なくて、序盤のボスはただただぶん殴ってれば倒せたり、それでいいのって思うシーンが何回あったか。でもそれが気持ちいい。向こうが用意したレールを無視した時のやってやった感、グリッチ感ですよね。その無視すら向こうの思うツボなんですけどね。でも決してゲームが雑っていうわけじゃなくて、それどころか死ぬほど綿密です、このゲーム。まずいつもの任天堂らしくレベルデザイン最強。道中のギミックでボス戦の攻略法をそれとなく暗示したり、ステージ終盤で序盤に獲得したシマウマバナンザの能力を使って耐久性の低い橋を渡らなきゃいけないシーンがあるんですけど、わざわざシマウマの NPC がペラペラ喋りながら橋渡ってるんですね。もう露骨すぎて笑ったんですけど、ここ引っかかりそうだよねってところが分かってる。あと引っかかるまではいかずともストレスを感じるポイントも全部お見通しで、例えばちょっと鬱屈した山を登ってる時にその辺の NPC がここは7合目ぐらいだよって進捗を教えてくれたり、毒沼やら溶岩やら粘り気が強いステージを突破した後はリゾートステージでロケットバーンさせてくれたり、あとメディアインタビューでなるほどって思ったのが、オブジェクト破壊すると気持ちいいぐらいバラバラになるんですけど、それゆえに破壊の仕方によっては地形の残り方が時たま変な残り方になっちゃって、何も対策しないとその隙間に時たまドンキーがはまって抜け出せなくなっちゃったり、破壊した時の処理落ちで当たり判定だけ半端に残って透明の床が残っちゃうみたいな、そういうバグが起きちゃうんですって。でもそういうコリジョンバグも方針決めて対策してるみたいで、難しいことは僕わかんないって感じなんですが、とにかく言いたいのは、ゲーム開発能力の高い化け物たちが破壊によってプレイヤーに与えられる体験って何かっていうのを考えた上で、そんでバグ潰しとかレベルデザインも愚直に進めて、で我々に対してはそんな苦労見せずに涼しい顔して、さあ思いっきりぶっ壊してくださいって言ってる感じ。破壊っていう大味なテーマには似つかわしくないゲームとしての計算高さを随所に感じました。これが良かった点の1点目です。やばい点2点目、ジェットコースター感がやばい。道中の移動って普通移動だからちょっと作業みたいな感じになるんですけど、本作は物を壊しながら移動できるので、破壊って面白いので移動中もずっと面白い。でしかも壁とか破壊すると思いがけずバナナがゲットできたり、バナナまで行かずとも確率で宝箱が出たりするので、破壊に対する報酬まで随時与えられる。つまり移動中までバーン気持ちいい、報酬気持ちいい、ショートカット気持ちいい、バーン気持ちいい、報酬気持ちいい、麻薬ですよね。で階層ごとのモチーフもバラッバラで、いわゆる溶岩的なマップとか表現的なマップとかあるんですけど、そのあたりはアクションゲームよくあるよねって感じなんですが、掘り進めるゲームならではのミスタードリラー的なステージがあったり、急にレース上のマップが出てきてレースが始まったり、ストーリーがクライマックスになってきたかなって時に食品工場のマップが出てきて、バナナバーガーっていうクソまずそうなハンバーガーを作らされる。展開が読めん。要求してくる操作もバラエティ豊かで、例えばこの足場の下にガムがくっついてるので、まずガムめがけて物を投げると重みで足場が降りてくる。で足場に乗ってハンドクラップすると衝撃でガムにくっついていたものが取れるので、足場が浮かび上がって先に進めるっていう感じ。ガムっていう材質選びとハンドクラップの使わせ方がうますぎる。このギミック、一方の色のオブジェクトを破壊すると破壊された分だけもう一方のオブジェクトが形作られるので、ちょうどいい感じに壊してなんとかしていく。このステージは幾何学的な模様が張り巡らされた空間内部で物を投げると、その軌道に沿ってオブジェクトが出てくるので、その上に乗って進んでいく。ゲームの最初から最後まで要求アクションがバラバラで、しかも新鮮なアクションが多い。で極めつきは意外にもストーリーで、いい意味で意味わからん。コングバナンザの力を得るためには石板を集めてこいって言われて、で石板を集めた直後のムービーをどうぞ。分かったってば。
意味わかんなくないですか？意味わかんないわけではないんだけど、瞬時に飲み込みにくい事象が発生してツッコミ役不在のままノリと勢いで突き進む感じ。好きですね。マリオでもゼルダでも味わえないグルーヴ感です。というわけで混沌としたストーリー展開、バラエティ豊かなマップのビジュアルとステージギミック、破壊行為の爽快感、そして忘れちゃいけないロード時間の短さ、これらがジェットコースター感を生んで終始ゲームにのめり込むことができました。これが2点目のヤバポイントです。で、最後3点目はちょっと内輪な話になるんですけど、過去作オマージュがやばい。私はスーパーファミコンのスーパードンキーコングが好きで、1から3隠しステージ含めて全部クリアしたんですが、まさにその辺の人向けのファンさが特に終盤にかけて詰まってます。バナンザ自体が1年前のゲームなんで少しネタバレさせてもらうんですが、チャレンジステージで急にスーファミ初代のステージ1を模した横スクロールのステージが登場。2のトゲトゲタルメイロモチーフのステージもあります。BGM は当時のあの名曲の正統派アレンジです。この前お笑いコンビの雷の YouTube で作曲家のデビッド・ワイズさんが改めて脚光を浴びてましたね。そして物語中盤で何の脈絡もなく急に出てくるディディとディクシー、何の脈絡もなくレース対決をすることになります。クランキーコングはランビに乗って旅をしています。ランビが可愛い。ジンガーやネッキーも敵キャラで登場。ネッキーの鳴き声もあの時のまんまです。あともう一個でかい原作リスペクトがあるんですが、ネタバレ大きめなのでワンクッション置きます。自分でプレイしてみたいって人はこの動画に設定している次のチャプターまで飛ばしてください。3、2、1。本作のラスボスは悪の組織の社長ボイドコングではなく、やっぱりキングクルール。ウェブページには1ミリも載ってなかったので嬉しいサプライズ登場です。で、最深部にいるラスボスキングクルールを撃破して無事ドンキーは大量のバナナをゲット。理屈はよくわかんないんだけど、ドリルみたいな装置を使ってバナナと共に地上に戻って無事エンディングを迎えるんですが、キングクルールといえばバロンクルールやん。というわけで、スーファミ初代にあった偽エンディングからの第2戦を完全再現。あちー！ 2戦目はしれっと3のバロンクルールのタケコプターですね。実はこれで終わりじゃなくて、この後スーパーマリオオデッセイにも登場したニュードンクシティに訪れて、今度こそ本当にラスボスとしてクルールと対峙するんですが、闘技場風のステージは64のあれだし、手に持ってるラッパ銃は2のあれ。ラッパ銃使って鉄球撃ってくるんですが、体力が減ってきた時の鉄球の軌道の変わり方まで原作と全く同じ。知らん人からすれば知らねえよって話なんでこの辺にしときますが、私にとっては激刺さりしたポイントなので、刺さる人には刺さるだろうと思い映像付きでご紹介しました。ちなみに完全に余談なんですけど、キングクルールは今回キングロットンクルールとして全てのバナナを腐らせるっていうモチベーションでドンキーと対峙するんですけど、何そのモチベって思ったんですけど、もともとある設定としてクルールはクルールでバナナが大好きで、ただドンキーたちは熟していない青めの状態のバナナが好きな一方で、クルールはドロドロの状態のバナナが好きで、そこが相入れずに対峙してるらしい。へーって思ったので共有でした。新鮮な展開が続くジェットコースター感、アクションゲーマーにこそ刺さる文脈の破壊、終盤に押し寄せる怒涛の過去作リスペクト。本作のヤバポイントは以上です。この加点要素だけで100点満点なので上げるのも野暮かもですが、一応合わなかった点もちょっとだけ上げると、まずボス戦は若干微妙でした。後半に前半と戦ったボスと再戦するんですけど、ちょっと行動パターンが変わってたり、あと再戦時はこっちがゾウバナンザを使えるようになったから敵の攻撃をそのまま吸い込んで打ち返せるとか、こっちの引き出しが増えたことによる対処方法の変化みたいなのはあるんですけど、言うて大きな動きは変わらないのでやや退屈です。ゲーム全体の動きがとにかく新鮮で突き進むので、使い回しによるブレーキ感が他のゲームより目立った感じがしました。ボス戦がっていうより破壊が関与しないパートだと普通のアクションゲームになっちゃうっていう感じかも。最終盤ネッキーとかジンガーとかが出てくるファンサコースについてはもうステージも直線的で何かを壊すっていう感じでもなくなって、なんか普通のアクションゲームだなって思っちゃったので、立体的でオープンワールドなステージで破壊を伴うような時こそ本
本作の良さが際立つのかもなって思いました。それと全体的な難易度は比較的低めです。最近のマリオだとクリア後にグロムズステージがあるのが定番だったりしますが、本作はクリア後一定本数以上のバナナを集めてから挑めるステージも含めてそこまで難しくはありません。昔のドンキーやっていた人もターゲットに入れてるっぽかったので、アクションやり慣れてる人向けの高難易度ステージも個人的には欲しかったんですが、まあそういうのはマリオであれ、このゲームは破壊を楽しんでくれって言われたらまあまあって感じですね。もうほんとそのぐらいです。あとは全部面白かったです。これ私の個人的な話ですけど、本作発売された時に私まだスイッチ2持ってなかったんですけど、バナンザのためにスイッチ2買ってもいいっていうレビューが出てきて、で買うか迷ったんですよね。結局その時に買うのやめて別件でスイッチ2買った後にこれプレイしたんですけど、そこまで褒めたくなる気持ちはよくわかりました。さすがに今スイッチ2本体も6万円するのと過去作オマージュバフもあるので、私としてはそこまで強くは言いませんが、ただ個人的にこの動画投稿時点でスイッチ2専用タイトルとしてはぶっちぎりのトップなんで、スイッチ2持ってるんだったら絶対やれとは言えます。手慣れたアクションゲーマーだからこそぜひやってみてください。皆さんは本作含めてドンキーシリーズ何やってますか？思い出などぜひコメントください。今後も新作ゲーム片っ端からプレイして面白かったやつもうんって思ったやつも紹介していきますので、面白ゲームの情報をキャッチしていきたい方、ぜひチャンネル登録を、登録済みの方は高評価をお願いいたします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。